テクノフロンティア2024にやってきました。今年はですね、一見ラウンジにて電源メーカー、オシロスコープメーカー、そしてパワー半導体メーカーと一見が対談します。それに加えて今回主催者セミナーをやることになっていまして、オシロスコープの使い方講座です。若手の方からベテランの方まで楽しんでもらえるような内容になっているかと思います。それでは実際に行ってきます。まもなく電子計測器の未来を探る座談会が開催されます。皆さん少々お待ちください。じゃあそろそろ、時間になったかと思うので始めていきたいと思います。まずですね、こちら電子計測器の未来を語る、探る座談会で1社目、電源メーカーの菊水電子工業さんをお呼びしております。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。一発目気になったんですけど、今回持ち込みをですね、1点まで 10kg まで許可してるんですね。その横にあるパネルは一体何だっていうことで、そちらをお聞きしてもよろしいでしょうか。ですね、電源メーカーということなんで、普通は電源持ってくるだろうと思うんですけれども、ちょっと今回ですね、お見せする電源非常にでかいモデルになっていて、さすがに持ってこれないということで、何を持っていこうかと、会社の中でですね、議論した結果、これを持っていくことになりましたということなんですけど、これ菊永みなみさんなんですけれども、弊社がですね、数年前にですね、漫画を出しまして、でその漫画の内容が電源の超入門編ということで、数式とかですね、回路図、電気関係の話ですと必ず出てくるんですけれども、それを一切排除して電源というものを分かりやすく伝えるという漫画を出しました。その登場人物です。はい。でそれがですね、また新しいものが出ますので、もしよろしければホームページの方に公開される予定でございますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。ちょっと私もぜひ見たいので、ちょっと後で事務所まで送ってください。ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということでですね、始めていきたいと思います。はい。ではそうですね、菊水電子工業1951年に創業した電源メーカー、電源計測器を主力としたメーカーになっております。で70年以上にわたってですね、弊社電源の開発に携わってきておりまして、まず、弊社が考える理想的な電源とはっていうところなんですけれども、例えるならばですね、日本の一般家庭に流れている水道水ですね、そういったような電源を作れたらなと思っております。皆さん蛇口をひねればですね、水道水出てきますし、それを飲んでお腹を壊すこともないし、あまり水道水で意識したことないと思うんですよね。そのような形でラボ用の直流電源っていうものも、存在が見えてしまうと試験等々なりたくないこととか結構あります。意図した結果が得られないとかですね、そういったところもございますので、お腹を壊さない余計なものが入っていない、そんな製品を作れたらなというのが菊水電子工業の信念になっています。ちなみに、お腹を壊さないっていうのは、出力電圧が綺麗とか、そういった意味でおっしゃる通りです。波形の比とかですね、変な波形、発信してる波形とかが出てくると試験物壊しちゃったりしますので、そういったところは非常に意識して大切にしているところですね。そこが。そうですね。ちなみに菊水の電源とか学校の実験とかでめっちゃよく見ると思います。私も使ったことがですね、何回もあります。お世話になります。そうですね。一見さんの方に弊社の昔の電源 PMC という電源ですね、そちらの分解動画なんかも公開していただいていてですね、そちらも非常に面白い内容になってますので、ぜひ見ていただければと思います。ちなみにこれは何ていうものですか？今、こちらのスライドに出てるのは。ですね、左下にある PCR36000WA2R というこちらがですね、弊社の標準品の電源になっております。標準ですと5並列まで対応しているんですけれども、こちらに書いてあるのは特注事例になります。どこまで増やせるのかというところなんですけれども、今弊社の方でここまで対応できるよっていうのが15台の構成になっていて、540kVA まで対応できるような形になっております。ちなみにこれ交流電源？交流電源になります。ちなみに 540W の交流電源っていうと、一体何に使うん
ですね、最近カーボンニュートラルであったりとか電気自動車モビリティの電動化に伴ってですねいろいろな分野でですね大電流の要求というのが来ております。で、これはですねKEC 関西電子工業振興センターさんの方に入った事例になるんですけれども、そちらの場合 360kVA の電源入っております。でこれは検気の評価用ですねという形で入っておりますので。検気っていうと、はい、ショベルカーとかそういうもの、そういうイメージです。はい。工事現場に働いているような働く車ですね。はい。そういうところは交流の電源が使われる、はい、3層交流。3層交流ですね。じゃあモーターとかそういったところで使ったりとか、はい、そんなイメージですかね。おっしゃる通りです。建設機械の電動化とか、はい、そういったところでいろいろ評価したりとか、されるとかそういったイメージ。はい。そうなんですね。ありがとうございます。はい。これまではこんな大容量なかったんですけど、ようやく来たなっていう感じですね。はい。確かにこれだけ大きければちょっと持ち込みはできないなといったところですね。はい。これは何電源ですか？はい。これ双方向の直流安定化電源になっております。で、双方向ということなんで、メインとしたターゲットは二次電池の模擬ですねになっております。で車両側に搭載される二次電池が先ほどのモビリティの電動化によってですねどんどん大きくなっているというところがございまして、それに対応するような提案ということで提示させていただいております。こちらは先ほどの交流の 540kVA とはちょっと違って直流になりますけれども、500kW までは検証済みのものになりますので、ここまでは安心してですね提案できるというラインになっております。なるほど。ちなみに双方向っていうのが、はい、結構大事なキーワードになるかと思うんですけども、はい、なんで双方向なのかなっていうのが、はい、ちょっと皆さん気になってるんじゃないかな。そうですね。これが一番やらないといけないことっていうのは二次電池の代わりになりますので、二次電池皆さんご存知の通り充電したり放電したり、両方の働きがあります。ですので、それを模擬するということは電源自体も出力しないといけないし、バッテリーから返ってくる、バッテリーからすると放電ですね。違う、バッテリーに対して充電か。充電の方の電源にも耐えられないという評価が成り立たないということで、二次電池の双方向電源はこのような双方向電源が一般的に使われているということですね。はい。なるほど。ありがとうございます。ですね、もう残り時間が結構短いんですね。この対談12分で入れ替え時間含むんで、あと3分ぐらいしかありません。で、必ず聞こうとしている質問がありまして、はい、菊水の一番の特徴は何かっていうのをまず。はい。そうですね。菊水の特徴をすみません。一つと言いながら6つ提示してしまうんですけれども、まず壊れにくいこと。PMC の電源ですね。あれもまさに古い電源、今でもお使いいただいているメーカーさん多数いらっしゃいます。これが一番ポイントになっていて、で最近ですとこの大容量のところと、あと高信頼性、これは波形が綺麗だとかノイズが少ないっていうことですね。そこに力を入れてるっていうのと、あと安定性ですね。電源なのでどんな負荷がつながるか我々も理解できてないところも正直ございます。ですけれども分かってる範囲でですねしっかり検証の方させていただいて、どのような負荷がつながってもなるべく発信しないようにというような信念を持ってやっているということです。あとは長寿命高再現性ということで、部品のディレーティングに関わるところなんですけれども余裕を持った設計をして、若干高価になってしまうというデメリットはありますけれども、それによって高寿命であったり高信頼性であったりとかっていうのを担保しているというところが弊社の特徴かなと思います。で最後日本で作ってますよっていうのもぜひ言いたいところですね。メイドインジャパン、全部メイドインジャパンです。一部ちょっと海外のものもありますけれども、使用製品はほとんど日本で作ってます。はい。じゃあもう品質もしっかりとコントロールして作ってると、やっております。はい。ありがとうございます。電源で一番力を入れてるのはどの分野？これ最後お願いします。そうですね。今はやはり電動モビリティ関係の市場に対して提案することが非常に多くなってます。バッテリーもそうですし、バッテリーにつながるモーター、インバーター等々ですね。こちらの分野に対してこのあたりを製品を提案するケースが非常に多くなっております。わかりました。はい。ありがとうございます。はい。ではちょうどですね、そろそろ時間になりましたので、菊水電子工業さんありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。
それではですね、13時12分になりましたので、次の対談を始めたいと思います。クロマジャパン株式会社です。よろしくお願いします。クロマジャパンの布施谷と申します。よろしくお願いします。はい。クロマジャパンっていうことは、これはどちらの、国の企業、台湾？はい。弊社はですね、台湾の企業でして、1984年に設立されておりまして、日本法人ができたのが、2008年ですね。2008年に入ってきている形になっています。実際今40年ぐらいですね、計測器作っておりまして、初めに作った製品は実はこの電源とかではなくて、ビデオパターンジェネレーターというのを作っています。こういったモニターとかの、表示がですね、きれいに映るかというのを、計測するために、信号発生器の初めは作っておりました。それがちょっとクロマっていう会社名にも由来した色彩とか色土という意味がありまして、そこからクロマっていう名前ができました。なるほど。ちなみに会社名のクロマ ATE 台湾本社、これ ATE って自動計測器のことかと思うんですけども、今回電源でお呼びしました、電源対談で、そういった他の電子計測器類も、セットで作ってる、そういったイメージですか？弊社ではですね、こういった電源装置だけではなくてですね、耐圧試験機であったり、先ほどのビデオパターンジェネレーターもそうですし、半導体関係のですね、ハンドラーとかもですね、作っておりますので、いろいろな計測器を組み合わせた、ソリューションといったものも提供しております。なるほど、なるほど。まるっと、なんか、その対象をカバーできるようなソリューションを提供しているということです。そうですね。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと次のページに行きます。クロマさん、いろいろ製品あると思うんですけども、はい。ちょっとこちら紹介していただいてよろしいですか？はい。左側からですね、双方向の交流電源ですね、3U という高さ、およそ iPhone と同じぐらいの高さなんですけれども、その中に、15kVA というですね、容量が使えるような電源となっております。で、こちらがですね、交流電源なので、こういった今日も、いろんな電源を駆動するために、例えばこちら 100V の電源とかあると思うんですけれども、こういったものを模擬できるような製品になっています。で、この電源の特徴としては、交流の電子負荷機能といったものをつけることができるような形になっています。で、これは何に使うかと言いますと、例えば今、最近車の中で、100V の電源取れるようになっていると思うんですけれども、そういったオンボードチャージャーと呼ばれるものの評価をするときには、交流がしっかり、出力されているかどうかというのを確認するために負荷機能といったものが必要になってきますので、そういったオプションをですね、つけることによって、例えば CC モード、CR モードとかですね、CP モードで、動作させて、製品が正常に動作しているというものを確認することができるような形になっております。電子負荷として動作されて、これは非常に面白いので、オプションかなと思います。真ん中のやつは、これは、真ん中のものはですね、双方向の直流電源ですね。こちらは今、電源メーカーさんの中でも皆さん、たくさんラインナップがあるようなところのものになるんですけれども、弊社はですね、ラインナップとしては 100V、600V、1200V、1800V っていうですね、電圧が、4つのラインナップになっています。で、一番低い 100V のモデルとかになりますと、例えば、車の補給バッテリーと呼ばれるような 12V のバッテリーとかを模擬したりだとか、600V 以上のモデルについては、主にハイブリッドであったり、EV 車ですね、そういったものの、メインバッテリーの、動作を模擬するために、ご使用いただいています。なるほど。じゃあ基本はもうバッテリーを模擬するに使われることですね。それより高い電圧っていうのはどうなんですか？1200、1800っていうのがありますけど。実際弊社の方で一番高い電圧といったものがこちらにあるような 1800V モデルですね、になっておりますけれども、例えばこの今真ん中のモデルで、1台 18kW という容量なんですけれども、1200V と 1800V のモデルについては30台まで並列できますので、最大で 540kW というですね、大容量のバッテリーとして模擬ができるような形になっています。ちなみにですね、以前クロマジャパンと仕事をしたことがありまして、YouTube の動画のですね、制作環境にいただいて作っております。その時にですね、確かこちらの双方向の直流電源をですね、PR しましたですね。その時は確かバッテリーエミュレーターとして使えるよっていうことをですね、そうですね、PR して、実際ですね、クロマジャパンの
横浜の方ですよね、お邪魔して作りましたね。結構思い出のある電源です。はい。でこの、はい、次一番右のこれシミュレーターですけど、これは電源ですか？はい。一番右のモデルなんですけれども、一応ちょっと名前としては今、大容量バッテリーシミュレーターって名前を書かせていただいてるんですけれども、これ実際にはですね、大容量の、実際に例えば車両のバッテリーだとか、そういったものの、バッテリー自体を評価するための重放電試験装置なんですね。で、そちらの方の、ちょっとソフトを変えることによって、バッテリーシミュレーターとして使えるといったものになっています。で、これが今、写真で写っているものがですね、ちょうど 200kW という大きさの、電源になるんですけれども、このブロック全体で 200kW。そうですね、その大きさでですね、ちょっと縮尺全然合ってないんですけれども、大きさ的にはですね、幅が、2メーターほどですね、で奥行き1メーターというところで 200kW というサイズ感になっております。で、最大でですね、これが 6台が、並列できますので、1.6 メガワットまでが8台そうです。はい、1.6 メガワットまでですね、対応することができるというモデルになっております。ちなみに 1.6 ワットのバッテリーシミュレーターって 1.6 メガワットですね、どういったところで使われたりとか？そうですね。今最近、私のお客様が自動車関係のお客様がほとんどなんですけれども、お問い合わせいただいている、電圧とか電流といった要求でいきますと、例えば 1000V、1000アンペア、1メガワットクラスですね、そういったものの要求が、多くいただいておりまして、実際に EV ですね、今後出てくるような、例えばスポーツカーであったりだとか、そういったものの、バッテリー、非常に大きな電力使えますので、そういったところでも、ご利用をいただいております。なるほど。EV すごい、各社頑張ってるっていう印象ですね。でちょっとこちらのスライドはですね、ソリューションとして何か、みんな一斉に、検査できるとか試験できるっていうものだと思うんですけども、ちょっと時間が短くなってきたので、で、最後ですね、質問2点ありまして、クロマジャパンでその一番の特徴を教えてください。そうですね、一番多分一つに絞るとなかなか難しいんですけれども、まず高精度で、低価格ですよというところですね。でそれやはりその今、初めに紹介いただいた通りですね、台湾というところで作っているというところもあります。ですので、海外から輸入しているので今、金額的にはですね、日本メーカーさんよりも低価格でお出ししているというところと、あと実際台湾で全て設計とか製造を行っているんですけれども、中に使用している部品とかはですね、世界中からいいものを集めておりまして、日本製のものを使ったりだとか、中国とか台湾メーカーさんの部品も使うんですけれども、そういったことをミックスすることによって低価格でかつ高機能な製品を、販売をさせていただいております。なるほどなるほど、ありがとうございます。で、あと最後もう一つ、この、一番頑張ってる製品群っていうのはどういった電源になりますか？頑張っている、どういう頑張ってるんですか？頑張ってる一番ですね、力を入れている電源。力を入れてるんですね。初めのやはりスライド、2番目のスライドですかね、あるところのやはりこういった双方向タイプの電源ですね。で、これがなぜやはり売れてるかっていうのは、やはり、電気を無駄なく使わなければいけないというところで、環境問題にもなりますし、例えばバッテリーから放電するときって今まで、電子負荷使って熱に変換してたものを全て工場内に戻すことができるので、そこで再利用することによって使用される電力、例えば10分の1ぐらいになりますとかといったところで電気コストとも下げれるというところですね。ちなみに10分の1っていうのはこの中で発生する損失のこと、多分 10% ぐらいってことですよね。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、時間になりましたので終了したいと思います。クロマジャパン株式会社でした。ありがとうございました。というわけでですね、時間になりましたので始めたいと思います。次の対談はですね、高砂製作所さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。高砂さんのですね、電源、私実はですね、一つ持っていまして、90ボルト100電流がですねすごい流せる製品で160アンペアの
直流電源を持ってですね、いろいろ電流を流したりしています。はい。ありがとうございます。というわけで、進めていきたいと思うんですけども、エミュレーション技術で働き方改革を実現っていう、ちょっとこれがですね、すごい興味深いんですけども、これはどういったものでしょうか。そうですね。ちょっと後ほどのスライドでもご説明をさせていただこうと思うんですが、その一番の強み、そういったところが当社ここにあるのかなというところで、今日はこの部分をご説明させていただきたいというふうに思います。はい。というわけでですね、次のスライドに行きたいと思います。ソリューションラインナップってことなんですけども、ちょっとご説明していただいてもよろしいですか。はい、かしこまりました。こちら電圧と電流、縦の軸が電圧で横の軸が電流って形になるんですけども、当社のラインナップですね、下は数十ボルト帯で、10アンペア、100アンペアとか、低い電圧帯の、いわゆる中容量と呼ばれるラインナップから、上は1500ボルト、電流は大電流で、1万アンペアといったところまで、こう幅広くですね、中容量、大容量の領域に、ご提案できる製品があるということでございます。はい、ここがですね、いろいろ一番最初のですね、エミュレーション技術で働き方改革を実現っていうのがなんですけど、例えばどういったエミュレーションがあるとか、結構気になります。はい。こちらにある電源と書かれているラインナップですね、こちらについては先ほどの菊池さん、車さんとちょっと類似はするんですけども、バッテリーの模擬電源、当社はこういったその模擬をエミュレーションという形で定義してますので、バッテリーを模擬してあげることで、物理的な実バッテリーで評価するよりもお客様の開発タクトを短縮してあげるっていうところに非常に価値を提供できているんじゃないかというふうに思っておりまして、そういったところと、あとはこの重放電システム、重放電っていうところにも書いてあると思うんですけども、こちらが自動車のちょっと市場にはなるんですけども、オンボードされる、パワートレインの伝送品システムのエミュレーションという形で、電池の方ですね、電池の方の、開発 R&D というところの、評価というところをする電源装置というところになってまして、これもやっぱり物理的なパワートレインの伝送品を使うよりか、開発タクトを短縮してあげれるといったようなところとか、そういったところになってくるかなというふうに思います。ちなみにバッテリーとかを模擬する場合は、自動車とかのバッテリーを模擬する、多分バッテリーの最終製品自体が結構開発の最後の方で手に入ったりとかあるので、そういったところでこういったエミュレーション電源役に立つということですかね。やはりただの電源ですと、そういったそのバッテリーの持つ特性の応答性能であったりとか、その辺のノイズ成分であったりとか、そういったところを、ただ単純に出せばいいっていうだけじゃなくて、より電池に近い環境で出力してあげるだとか、そういったところが求められるのかなというところで、そこをとことんこだわった作りにしているという形になります。ちなみにこの横軸ありますね、1万アンペアっていうのは、本当に1万アンペアの製品があるっていうことですか。カタログスペックでご提案ポンってできるのは8000アンペアまでですね。8000アンペア、なんですけども、ここにちょっと書いてあるんですけども、電源のユニット単位、電源の塊をフレキシブルに直列並列して電力を増強させていくっていうところは弊社の得意なところになりますので、この技術を応用して1万アンペアの消耗の電流があるのであれば、それはご提案できるという形になります。ちなみにその8000アンペア、1万アンペア、どういった製品というか、どういったところに使われるのか非常に興味深いんですけども。そうですよね。実際にはですね、設計上はちょっとここまで来てはいるんですけども、やっぱりちょっとここまでの大電流で絶対欲しいっていう実績はまだないですね。カタログスペック上、やっぱりそのマーケティング上、やっぱりこの大電流に対応していくっていう設計をするために、ここまでの大電流にしてるっていうところはあります。なるほど、ありがとうございます。ちょっと次のスライドいきたいと思います。
ちょっとこちら簡単にご説明していただいてよろしいですか。はい、ちょっと前のスライドでもちょっとこう特徴として何個か挙げさせてもらってるんですけども、じゃあエミュレーションをするっていう非常にこう高性能な電源を作るっていった時に、ちょっとどういった技術が使われているかっていうところを説明していることになります。電池、インバーター、モーター、それぞれのコンポーネントのエミュレーション試験っていうところに対応するための、技術としてですね、当然そのお客様によって各々のお客様によって所網の電圧、電流、どういう模擬をしてほしいかって所網が全然変わりますので、そこをビルドアップ方式っていうところで、ユニットの直並列で、そこの所網の電力を提供してあげるような提案をするとかですね。組み合わせて使ってるってことですね。あとはやっぱり高速のフィードバック制御技術っていうところになりますので、計測をかけながら能動的にですね電源も追従するような高速性能を持ち合わせていたりとか、あとはこういったテスト環境の教師体の方が、伝送品であったりするとノイズの影響だとか、あと一時側の電源の環境によってやっぱここのテストに影響しちゃいけないといったところでDC-DC コンバーターをですね内部に内蔵しておりまして、そこを絶縁モデルにして、そこをもう関係ないというところにしてあげていると。あとは特にそのインバーターモーターの方のエミュレーションというところなんですけども、やっぱり今度ちょっと、PWM の波形で交流の波形を模擬するエミュレーションをするっていうふうになってくると、やっぱりこういった高速なデジタル制御というのが必要になってきたりするので、こういったところでちょっと実現してあげるっていったところの技術がギュッと入っているという形になってます。なるほど。はい。インバーター模擬とか結構難しそうな気がしてるので、はい。高調波みたいな。そうですね。そうですね。はい。わかりました。はい。ですね、最後2点お聞きしたいんですけども、はい。高砂さんのですね、一番のその製品の特徴をちょっと教えていただきたい。そうですね。はい。というところでちょっと最初のスライドにちょっと戻る感じになるんですけども、やっぱり当社はですね、さまざまなこのエミュレーションっていうところの技術、ここを本当に磨いてきて、今自動車産業のところの開発 R&D といったところに主にちょっとビジネスとしては展開させてもらってますけども、やっぱりここの技術力っていうところが一番の売りかなというふうにはちょっと思っております。はい。ちなみにこの前アンリツさんと一緒になりましたけど、そういったところでもシナジーが生まれてくるとか、そういったイメージですか？そうですね。まさに先ほどの FPGA の高速デジタル制御なんていうところはアンリツもかなり得意としている技術力を持っている会社になりますので、そこと掛け合わせてより今後の例えば自動車の R&D の開発タクトを短縮してあげるような価値というところをですね、この技術を使って提供できていければいいなというふうに思っております。はい。はい、そして最後の質問なんですけども、一番力を入れている製品群はどこかというところをお伺いしたいです。そうですね。これはちょっと他社さんの電源メーカーさんでもなかなかないとは思うんですけども、当社の電源ラインナップで1台で 100kWが出せる、標準電源というのがあるんですね。双方向の直流電源なんですけど、これを今一番力を入れてまして、当社でいうハイブリッド電源っていうちょっと名称なんですけども、そのバッテリーのエミュレーションであったりだとか、そもそもバッテリーに対しての重放電試験ができる、二刀流でテストを回してもらえるっていうような価値をですね提供できるような電源というのも今一番力を入れている部分かなというふうに思います。はい。わかりました。はい。はい。ありがとうございます。はい。というわけで、時間になりましたので、高砂製作所さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみにブース出展しておりますので、もしご興味ありましたらそちらぜひ寄っていただければと思います。ぜひお立ち寄りいただければと思います。ちなみにですね、今回の対談なんですけども、出展されている企業さん以外も実は呼んでいます NF 回路設計ブロックさんと、この後のテクシオテクノロジーですね、出展していないんですけども、ちょっと主催者の方にですね無理言って出展していない会社さんもですねぜひ来てほしいというのをお願いしてですね実現しました。でなんでかっていうとですね、やっぱ見に来る人がですね
出展してるメーカー以外もですね、知ってもらってどんな特徴があるのかっていうのをですね、知ってもらうことがやっぱり一番かと思いますので、無理言ってですね、この対談が実現しております。というわけで、時間になりましたので始めたいと思います。NF 回路設計ブロック、この対談はですね、NF 回路設計ブロックです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。NF 回路設計ブロックの兵藤と申します。はい。電源メーカーもっていうよりかは、どちらかというと、信号発生器とか、もうちょっと、なんでしょう。すごい精密な信号を作ったりだとか、測定したりだとか、そういったイメージがあるんですけども。そうですね。その印象の通りでして、我々 NF 回路設計ブロックのその事業の発端というのが、オーディオアンプリファイ、オーディオ向けのですね、発信機を作ったことから始まってます。その発信機を作る上で、例えばスピーカーであったりとか、そういったものを例示する必要があるということで、必然的にですね、アンプにも手を染めたと、そういった流れになってます。なるほど、なるほど。じゃあ、そういった技術を生かした、製品が見られるということでしょうか。そうですね。ここに書いてます通り、我々今回電源を切り取ったという形になってますので、アンプが起源ですよということを紹介させていただきました。はい、だそうです。はい。というわけで、いきたいと思います。いろいろラインナップがあるかとは思うんですけども、簡単にご説明して、こちらですね。はい。ですね、ここにですね、いろいろ電源、交流電源を切り取った形でいろいろ紹介させていただいていますけれども、大きくですね、弊社の交流電源はですね、3つ、左から順にですけど、バイポーラ電源、それからプログラマブル交流電源、インバーターという形で紹介させていただきます。でバイポーラ電源っていうのはご存知の方いらっしゃるかもしれないですけども、リニアアンプ、リニア方式っていうものを使ってましてですね、半導体の飽和領域、詳しい方ご存知かと思うんですけど、非常に熱をおびただしく発生してしまうと、そういう使い方するんですけども、非常にこのリニアリティだったりとか反応性がいいということで、高周波出力ができるようになっています。ですのでですね、用途としましては、そのコンデンサーとかですね、磁性材料、それからコイルとか、そういったその高周波特性、周波数特性をですね、見ていくような用途で、非常にユーザー様にお使いいただいているという商品になっています。コンデンサーのリプル電流を流したりとか、そういったところですね。そうですね。直流で頂上しているところにですね、高周波成分だけ乗せていくというような形で、コンデンサーの特性を見ていくと、そういう用途になりますね。なるほど。はい。で続きまして、こっちからプログラムバブル交流電源から右側っていうのは基本的にはスイッチングアンプになっています。リニアアンプに対してスイッチングということで高周波にスイッチング、半導体をスイッチングすることによって高効率であったりとか小型化に貢献するような形になっています。で昨今ですね、SiC とかガリウムナイトライトとかっていうものが普及してきてますので、そういった用途にはやっぱりこのスイッチングアンプというのが向いてるんじゃないかというふうに思ってます。ですのでですね、この左のバイポーラ電源に比べると、体積あたりの出力容量というのは非常に大きめになっているという形になります。で、簡単に説明させていただきますと、そのプログラマブル交流電源の一番上にあるところというのが、IEC の61000の規格とかにですね、準拠するような形で、かなりその波形品位にこだわった形でですね、歪みであったりとか、そういったことを忠実に再現するような工夫であったりとか、そういうことを施しています。で、簡単にPR という形なんですけど、このインバーター、一番右のインバーターなんですけど、ここがですね、昨年と一昨年は電源店に出させていただいたんですが、そこで積極的に PR させていただいたんですけども、我々この、なんていうの、設備評価用の電源だけではなくてですね、次のページで紹介するんですけど、やっぱりカーボンニュートラルの社会に向けてですね、我々自らがそこに加わっていく、コンポーネントとして加わっていくという形でですね、パワーコン、PCS ですね、この領域に入っていくべきじゃないかということで、舵を切った状況になっています。ということで、交流電源要素としては、ずらっとこんな形になってまして、技術要素としては、リニアとスイッチが、こんな形になってます。ちなみに、この交流のインバーターとかっていうのは、もう、太陽光発電とかそういったところで使われるものですか？そうですね。弊社のグループ会社ですけども、そこで家庭用蓄電システムというものは、先行して市場に入賞している状況なんですけども、で我々これから狙っていくところっていうのは、PV ですね、太陽光っていうのはもう比較的市場もですね、成長率も安定しているという状況なんですが、昨今やっぱり水素であったりとか、その他の代替エネルギーっていうものをいかに効率よくグリッドの方に利活用していくかみたいなところに着眼してですね、
この PCS のコンセプトとしましては、系統に返すところのインバーターは単純な系統連携インバーターなんですけども、コンバーターのところが AC/DC、DC/DC という形で、いろんなさまざまなエネルギーソースを利活用していきますよ、そういったコンセプトで今提唱しているという状況です。ちょっとすみません、これ聞いちゃうんですけども、2B 向けですか 2C 向けどっち？これはですね、2P ですね。2B 向けで、なるほど。はい。ですから、出力容量としても比較的大きめになってます。大きめになってます。わかりました。ありがとうございます。で、ちょっと一つですね、やっぱ気になった点があったんですけど、非常になんか交流電源に特化してるかなっていう印象があります。これについてはどうですか？そうです。弊社は交流電源に特化してます。やってますが、特化って表現はよくいかないですね。こだわってますっていう形ですかね。はい。先ほども簡単に説明しましたけども、やっぱり我々の重要顧客様ですね、やっぱりそこは波形比に非常にこだわってらっしゃるんですね。で我々の電源でなければいけないっていうその使命感のもとですね、制御技術を鍛え上げて、とにかく忠実に発信機、その信号源に対して忠実に再現するアンプリファイア、そういったことをこだわってやってるといったところが、この交流電源に特化しているように見えてしまう、そういう理由かなと思います。いや、交流電源しか出てこなかったので、ものすごくこだわってるんだろうなっていうのは思いました、この資料を見て。はい。ちょっと次のスライドいきます。ちょっとこちらを簡単にご説明していただいてよろしいですか？そうです。注力事業であったりとか、注力コンポーネントなんですかみたいなことの想定問答っていう形になるんですけども、左側はですね、今年の春先に出させていただいて交流電源になるんですけども、サイズ的にはですね、他社さんのかなり見劣りしてしまう、2kW で 3U でどうなんだっていうふうな問題提起があるのかもしれないんですけども、いかんせんこれを出力、帯域を 5kHz まで上げてですね、従来の我々の交流電源と同じような品位ですね、波形品位ですね、ここの中立性といったところを担保するために、従来のアンプリファイアに比べてですね、総数、レグ数ですね、を潤沢に増やしたりとかですね、SIC を使ったりとか、っていうことをこうやったり、あるいはキャリア周波数を目いっぱい上げてみたりとか、そういった工夫をしながら、波形品位を目いっぱい上げていったと、そういった工夫の中でこういうものを実現している。はい、SIC、キャリア周波数。はい。で、右側の図はですね、先ほども申し上げました通り、我々こういったその設備電源というんですか、その設備評価するような電源に加えて、自らこの再生可能エネルギーのグリッドトゥグリッド、こういったところにもう突き刺さっていくぞということで、パワーコンディショナー並びにですね、水素発電用の電源だったりとか、そういったその低圧高出力、大電流のような電源とか、そういったことも関わりながらですね、こういったもうカーボンニュートラルの世界にしっかりこう関わっていきたいと、そういうふうに思っています。なるほど、なるほど。で、ここにさっき言われていた、2B の、系統連携インバーターが入ってくると。そういうわけですね。はい。はい。で、ちょっと時間もだいぶ押してきましたので、最後2つ質問をしてですね。はい。で、この NF 回路設計ブロックさんの、一番のですね、特徴は何かというのを。そうですね。特徴ってすごく難しいんですけど、この製品群で特徴っていうのをなかなか伝えるのは難しいんですけど、我々この外から見て分かりにくいんですけども、特注事業っていうのをすごく注力してるんですね。でこの特注事業ってどういうことかっていうと、お客様のさまざまなニーズにお応えするという役割なんですが、これが弊社にとってはですね、アンテナ機能になってまして、それが本当にいろんな業者様からのその課題ですね、問題とか課題、そういったことをお聞きしながらですね、計測器とか電源とか、さまざまなソリューションで答えていく、そういったところに一番にこだわっているというふうに思っています。なるほど、なるほど。ありがとうございます。で、最後、一番力を入れている製品群を、教えていただければと思います。そうですね、今の質問の答えにもなるかと思うんですけども、どれが一番かって、よそ様のメーカーさんもみんな困ってるんですけども、そんな中でですね、やっぱり我々交流っていうのをすごい大事にしていきたいというふうに思ってます。はい、でそれで今多くのお客様にお使いいただいている、やっぱりここに書いてあるようなその汎用性の高い、産業用の電源、ここにこだわっていきたいなというふうに思ってます。はい、なるほど。はい、ありがとうございました。というわけで、NF 回路設計ブロックさんとの、対談でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ではそろそろ時間になりましたので始めたいと思います。次の対談はテクシオテクノロジーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい。テクシオって結構前からあると思うんですけど、その左下ですね。テクシオとその右に書いてあるこれは何ですか？はい、当社ですね、私も入社した時からですね、実は社名は4回変わっておりまして、
現在のテクシオテクノロジーのですね、親会社が右側にあるGW インステックという、ブランドを持っている台湾の実は企業になります。で、当社のこのテクシオというのは、この写真に、電源の対談でですね、思いっきりオシロスコープが出ておりますが、もともとケンドとかトリオと呼ばれた時代に、事業をスタートして、現在電源を中心とした、計測器の会社になっているという形になります。なるほど、わかりました。もうこのアナログオシロスコープがとても古めかしい見た目をしているなと。私も似たようなものを1台持っています。はい。で、こちら、製品のラインナップっていうところですかね。そうですね。当社もともとオーディオの会社におりましたので、実は電源の中でも結構小型のものが、正直言うと実は主力という形になります。特に多出力の電源、基板に使う、複数出力を持った電源ですとか、でだんだんちょっとずつですね、大きいタイプのものや、下にあるような、今日テーマにも出てましたけれども、回生双方向電源であったりとか、交流安定化電源、こういったラインナップも、広く揃えているという会社ですね。なるほど、わかりました。はい。では、こちらのスライドなんですけども、簡単にご説明お願いできますか。はい、こちらですね、当社の PSW シリーズというですね、すごい実は結構汎用的な、製品です。電源全般ですね、多分電源メーカー様皆様思ってると思うんですけれども、直流電源って多分いろんなお客様がすごい使われると。いろんな業種であったりとか、開発から、製造の方まで、フィールドサービスでも使われるシーンもあるぐらい、ですのでですね、とにかくいろんなお客様に使っていただけるようにですね、発売後でも、どんどん機能をアップデートして、ニッチであってもですね、いろんなお客様で便利に使っていただけるっていうのを目指した、電源の、シリーズをですね、ちょっと今回ご紹介をさせていただきたいなと。ちなみに機能をアップデートっていうのは、買った製品のなんかオンラインでアップデートできる、そういった意味合いですか。はい、オンラインで自動アップデートできればいいんですけれども、現状はですね、当社のホームページ等でですね、ファームウェアをダウンロードいただいて、フロントの USB のインターフェースから、ファームウェアを書き込んであげるということでですね、いろんな機能を、獲得していって、変わった使い方をしているお客様でも喜んでいただける機能っていうのをですね、後ほどちょっとご紹介いたしますが、だいぶニッチですけども汎用性を極めるということで、はい。ベンチトップの使いやすい電源で、たくさん使ってほしいとか、そういったイメージですかね。そうですね。本当にすごいシンプルな電流を設定して、あとはもう出力しっぱなしってお客様もいらっしゃれば、例えば自動試験で、1000時間とかですね、長い時間ずっと出力を変え続けるとか、いろいろありましたけど、バッテリーを模擬するようなちょっと使い方をしたりとか、いろんな多分使い方があるだろうということで、機能もたくさんついてるっていう形ですね。はい。わかりました。じゃあちょっと次のページ行っても大丈夫ですかね。はい。で、これがどうやらニッチな、仕様だったり特徴だったりだと思うんですけども、ご説明お願いします。そうですね。ちょっとだいぶニッチな例を少し、これ実はこの製品に搭載している機能であったりオプションで付けられるものですけれども、左上はですね、あるお客様から、500台の電源をですね、1台のパソコンでデータを管理したいと、最初はすごい話だなと思いましたが、こちらの電源ですね、ロギング機能っていうのをですね、その時開発しまして、実際データをですね、自分の中で8000データ、出力の情報を全部書き込んで、それを定期的にパソコンに上げることで、長時間たくさんの電源をですね、データを一括で管理できるというような使い方だったり、その右のやつはですね、結構これは電源メーカーとして結構ドキドキすると思うんですけれども、空冷のファン、これを一定時間止められるっていう機能ですね。音の評価をされる方、一番最初の方は車のシートだったんですけれども、そのシートを動かす時のモーターの音であったりとか、モーターの検査とかですね、そういったところで使われた事例ですね。その音のチェックができる、冷却ファンが止められるっていうのは結構面白いっていうか、いい機能だなと私的には思っていまして、やっぱり冷却ファンが回ってるとうるさくて、その装置から鳴ってる異音とかが分かんなかったりするんですよね。これ非常に
いい機能、面白い機能だなと思っています。ありがとうごちざます。ないみに止められる時間っていうのははい何秒までとか、そういったこといろいろ検証したところ最大で2分ですね。で止めた時間必ずその後最大でファンが回りますので、はい、2分使うとその後2分は動かせないですね。なるほど、非常に面白いアイデアかな。ちなみにこれどっからこういうアイデアが出てきたのかもうほとんどお客様です。お客さんからですか。なるほどなるほど。こういう機能があったら開発っていうかお客さんから言われたらもうできる限り開発してもちろんそうですね、できないものもあるんですけども、なるべくやっぱり汎用性っていうのは、いろんなお客様でやっぱ使っていただきたいっていうのもありますので、できる限り頑張ってですね対応していきたいという形で開発しております。ちなみにこういう機能も後付けで開発したものになります、そうですね、もうこの全部後付けで作りましたので、それすごいですね。はい、そうですね。で左下のものは逆に言うと電源を太陽電池のように、振る舞って、電池、最近多いのは人工衛星と、バッテリーコントローラーの、その太陽光パネルを模擬するような試験で使っていただいたり、もう右下は本当レアすぎてですね、ちょっと説明大変なんですけども、これちょっとマニアックなんですけど、CC モードっていう、電流を一定にしておいて出力しておいて、電圧が急激に下がった時だけ保護をかけて、出力を止めるというもので、乗着であったりとか、あとガラス屋さんからオファーをいただいてですね、対応した形ですね。なるほど、非常に面白いアイデアがたくさんあって、結構面白い会社だなと思っています。やっぱり後付けで機能をつけるってなると検証の作業とかがすごい大変だと思うんですけども、そういったところはどういうふうにお考えですか？そうですね、正直言うと正解が結構わからないものも結構多かったので、特に左下の太陽電池の模擬はですね、なんとなくネットとか文献調べるとある程度こういうことやるんだっていうのは分かるんですけども、やっぱりお客様に使っていただいて、そこで逆に言うとバグとかあれば、いろいろ出していただいて、そこからどんどんブラッシュアップしていくみたいな、そういうやり方をやりましたね。なるほど、いや面白いですね。そろそろですね、時間も近いですので、質問をしていきたいと思うんですけども、この会社の製品のですね、一番の特徴は何かというのをお伺いしたいです。はい、そうですね、当社の製品ラインナップを見ていただくとですね、まだ小さいサイズの製品が多いんですけれども、非常にジャンルを含めてラインナップが多いので、それぐらいいろんなお客様、いろんな業種の方に使っていただけるようなそういった製品を多く揃えたいというのが当社の目的になると思います。もう汎用を極めていくと。はい。はい。で次なんですけども、一番力を入れている製品について教えてください。そうですね、やっぱりどのメーカーさんもお話しされていますけど、ここ難しくてですね、しかも当社今お話しさせていただいた通り、いろんなお客様にやっぱ使っていただくを目標にして事業をやっておりますので、これっていうのはなかなか難しいんですが、ぜひ使っていただいた方はですね、こういったいろんなアイデアをですねいただければ、我々もそれに添えるようなものを提供し続けていきたいなと思いますので、ちょっとこの機種とかこの製品って難しいんですけど、これで答えにしていただければ。わかりました。ありがとうございます。ちなみに、対談の前にですね、テクシオさんのホームページ見たんですけど、電源メーカーらしくない結構おしゃれなホームページになってまして、はい、結構見てて面白いなと思いました。はい。というわけで時間になりましたので、テクシオテクノロジーさんとの対談でした。ありがとうございました。ありがとうございました。